ここが好きだよ日本人へようこそ。日本の会社では当たり前に行われていることも、外国の会社では行われていないことがあると言われて、どういったことを思い浮かべるでしょうか。ファックスが多用されていたり、印鑑を使っていたり、日本人が毎日のように残業を行っていることにも外国の人は驚くそうです。今回はそんな日本の会社で当然行われていることでも、外国の人にとっては驚いて戸惑ってしまうことをご紹介します。こんにちは。私の名前はアリシア。ドイツ出身の33歳よ。私はドイツの金融機関に就職して楽しく働いていたんだけど、急に上司に呼び出されて日本への転勤を命じられたの。私の会社では転勤もあり得るって分かってたけど、まさか日本になるとは思ってもみなかったわ。日本という国についてほとんど知らなかったから、急に転勤と言われてとても不安になったの。そんな時、私の転勤を知った同僚が日本に住んでいた時の経験を教えてくれたわ。日本はおもてなし文化があって、とても優しい人たちだから心配しなくてもいいよって。公共の場は隅々まできれいに掃除が行き渡っていて、ほとんどの人がマナーを守っているから快適に買い物をしたり、レストランを利用したりできるらしいわ。しかも何か困っていることがあったら、私から声をかけなくてもお店の人から声をかけてくれて助けてくれることもあるそうよ。そんな素晴らしいおもてなし文化があるって知れて、とても安心したわ。それから日本の電車はたくさん本数があって、いつも時間通りに運行しているらしいの。日本では電車通勤になるからとても参考になったわ。ドイツでは電車は時間通りに動くことは少ないから、いつもそれを考慮して通勤していたの。でも日本では事前に時間を調べておけば、その時間通りに電車が来るし、万が一遅延した時は事前に案内があるらしいわ。これなら日本で安心して働けそうよ。日本での家を探すのにもとても悩んだわ。いくら治安のいい国といっても、女性の一人暮らしだから便利で安全な場所がいいと思っていたの。いろいろ考えた結果、都心のマンションを借りることにしたわ。会社まで電車1本で行けて、駅から徒歩5分の場所にあるから、夜道も安心という立地がとても気に入ったの。そして一番の決め手は、その駅に24時間営業のコンビニがあることよ。ドイツにはコンビニがなくて、スーパーも午後8時には閉まってしまうの。ドイツの会社では残業がほとんどなくて、それでもよかったんだけど、日本の会社では残業が多くて、家に帰るのが遅くなるよって上司に言われてたから、駅に24時間営業のコンビニがあるのはとても助かるわね。会社から疲れ切って帰ってきて自炊するなんて私には無理だもの。しかも日本のコンビニにはお惣菜やお弁当、おにぎりが充実しているらしいわ。これで夕食に困ることはなさそうね。初めての出勤日、日本の会社には知り合いもいないし、とても心配だったわ。でも出勤してすぐにその心配は杞憂だったことが分かったの。みんな本当に優しくて、話しやすくて、仕事についても丁寧に教えてくれたわ。同じ部署の同い年のかなえととても仲良くなったの。彼女は英語が堪能で、ハキハキとしていて、とても仕事ができる女性なのよ。お昼休憩では一緒にご飯を食べて、いろいろな話をするようになったわ。ドイツでもお昼休憩はとても大切なコミュニケーションの時間だったから嬉しかったわ。
でも何日か経ってもかなえ以外とはなかなか仲良くなれそうにないことに気づいたの。みんな本当に忙しくて話す時間もなく黙々と働いていたわ。お昼休憩もみんな順番に取るから話す機会がほとんどないのよ。上司はもちろん他の部署の人とは会った時に挨拶する程度だったわ。それが少し残念だったかな。休みの日、かなえと一緒に出かけることになったの。日本に来て間もないこともあって、かなえから日本の文化が味わえる浅草に行かないかって誘われたの。行ってみると本当に素敵な場所で驚いたわ。雷門も大きくて壮大で、くぐるとたくさんのお店が立ち並んでいたの。仲見世って言うんだって。あまりのお店の数に圧倒されていたら、かなえが浅草に来たらこれを食べなきゃと、どこからか串に刺さったお餅を買ってきたわ。きびだんごっていう名前で、お餅の周りにはきな粉がついていて、食べるともちもちした食感ときな粉の甘さが口の中に広がってとても美味しかったわ。仲見世を進んでいくと大きなお寺があって、そこでかなえとおみくじを引くことにしたの。2人でおみくじを引いて見せ合うと、なんと2人とも今日だったの。このお寺では今日がよく出るのよって笑いながら教えてくれたわ。それでも今日ってあまり良くないし、少し落ち込んでいたら、今日は一番下だからそれ以上下がることはない、これから運勢は上に上がっていくんだよって言われて驚いたわ。そういう考え方もあるのね。確かにそう思えば今日でも悪くないわね。浅草観光の帰り道、かなえが会社のみんなにお土産を買おうって言い出したの。ドイツでは会社のみんなにお土産を買う習慣がほとんどなかったから驚いたわ。どれがいいか選んでいたら、かなえが個包装のお菓子がいいよと教えてくれたの。それがどういう意味かよくわからなかったけど、次の日会社に行ってよくわかったわ。会社ではいつも人がいるわけではなく、外に出ている人もいるから、個包装のものを一つずつ机の上に置いていったの。ドイツのお菓子は大きな袋にお菓子と乾燥剤が入っているものが多くて、個包装されているものは少ないわ。だから日本のお菓子には個包装のものが多くて不思議に思っていたけど、こういった使い方があるのね。確かに個包装ならみんなに確実に渡せるから便利ね。日本の会社での仕事も順調で、とても楽しく過ごしていたわ。でも一つだけ私を悩ませることがあったの。それは仕事終わりの飲み会にしょっちゅう誘われること。ドイツではこんなことありえないわ。だって仕事とプライベートは別でしょ。仕事で疲れ切っているのに、なんでそんなに何度も飲み会に行く必要があるのか全く理解できなかったわ。しかもかなえに聞いたんだけど、日本の飲み会ではお酒を飲みながら仕事の話をするんだって。それに私の上司はお酒が大好きで、飲み会のたび酔いつぶれてしまうそうよ。かなえは笑いながら話していたけど、私には信じられないことばかりだったわ。ドイツではたまに同僚と飲みに行くことはあったけど、家族の話や趣味の話ばかりして、絶対仕事の話なんてしなかったわ。せっかくお酒を飲んで楽しい気分なのに、仕事の話をしたら堅苦しくなって楽しくなくなってしまうんじゃないかしら。それにいくら飲み会が楽しいからって泥酔はありえないわ。ドイツでそんなことしたら信頼を失って、誰もその上司にはついていかなくなるわ。日本の飲み会について教えてもらえばもらうほど行きたくなくなったの。でも断ろうとすると、なぜって驚かれたわ。
飲み会は自由参加って言われているのに、そんなのおかしいわよ。でも参加を断って以来、誘ってくれた同僚と少しギクシャクしてしまって落ち込んでいたら、かなえに一度でいいから参加してみたらって言われたの。一度参加してみてやっぱり嫌だったら、今度は一緒に断ってあげるからって。本当に優しい友達を持つことができて嬉しかったわ。かなえの説得もあって一度参加することにしたの。飲み会が始まってすぐに驚いたわ。だってみんな人が変わったように明るくなって、とてもフレンドリーだったの。日本人って会社と飲み会でこんなに人が変わるのね。唖然としちゃったわ。お酒が入ってくるとますますみんなのテンションが上がっていって、とても楽しく話せるようになったの。話の内容は仕事のことが多かったけど、みんな明るく話すし、堅苦しい雰囲気にならなかったから全然嫌じゃなかったわ。むしろ仕事の話だと共通の話題になって話に参加しやすいのね。ふと日本の会社に来てから会社の人とあまり話す機会がなかったことを思い出したの。ドイツでは昼休憩にいろいろな人と話すけど、日本の会社では昼休憩をほとんど取らずに仕事をしている人もいて、話したことのない人もたくさんいたわ。だから今回の飲み会で今までよりたくさんの人と話せて、仕事のことで意気投合したり議論になったり、とても有意義な時間を過ごせて最高な気分になったわ。それに仕事の話ばかりでもないのね。趣味の話や私の知らない日本の話も聞けて、みんなととても仲良くなれたの。日本の会社でこういった飲み会を大切にしている理由が分かった気がしたわ。ただ飲み会が終わり頃になると、やはり上司が酔いつぶれていたわ。楽しいから仕方ないとは思うけど、飲みすぎるのは控えてほしいかな。そんな飲み会が終わって次の日仕事に行ってみると、今までよりみんなとコミュニケーションが取りやすくなっていて驚いたわ。心の壁がなくなったようでとても嬉しかった。飲み会に行って本当に良かったわ。とても楽しい飲み会だったけど、驚くことがあったの。それはお酌をすること。お酒を飲み終わるたび、周りの人が私のコップにお酒をついでくれたの。日本人の優しさかもしれないけど、お酒は自分のペースで飲みたいわね。日本人がお酌をするのには、その人と話すきっかけを作るためという意味合いもあるらしいわ。日本の文化ってほんと面白いわね。飲み会に対する考え方は、日本と外国では大きな違いがあります。日本人は飲みニケーションという言葉もあるほど、昔から仕事場における飲み会を大切にしてきました。しかし近年では日本人の中にも外国人と同じように仕事とプライベートは別という考え方をする人が増えてきています。とはいえ、忙しい日本の会社で飲みニケーションは同僚や上司との仲を深められる大きな役割をしていることもまた事実ではないでしょうか。これから時代の流れとともに、日本人でも外国人でも誰もが楽しめ、親睦が深められる飲み会の形ができるといいですね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見、ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。